私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。お子さんをお持ちの方であれば、ご自身のお子さんの反抗期を経験された方もいらっしゃるでしょう。お子さんの反抗期は、親にとって大きな挑戦であり、厳しいことのように感じられるかもしれませんが、実は、この現象は決して悪いことではありません。反抗期という段階を経ることで、お子さんは心理的に自立することを促されます。今回は、反抗期は望ましいものであるというテーマでお話しします。自分らしい人生を自由に創造していけるようになるには、子供が成長の過程で、3つの精神的ステージを通過することが必要です。1つ目のステージは、親や教師、周りの大人たちから、基本の価値観や社会のルールを教わる時期です。生きていく上で必要なことを親や教師から学び、許される行為や避けるべき行為を覚えます。子供は与えられたルールに従うことで、社会に適応して生活できるようになります。このステージでは、親や教師の保護のもと、子供は安心して過ごせます。しかし、子供が小学校高学年になる頃、あるいは遅くとも高校生になると、今まで従ってきたルールに疑問を持ち始め、教わったことへの反発や、社会の常識に反する行動をとることも珍しくありません。この時期が反抗期と呼ばれる第2の精神ステージです。親の言うことを素直に聞かず、時には親の価値観や生き方を批判し、親のこうしなさいというアドバイスも無視することがあります。そして、親が望まないことを積極的に行うようになるのです。親としては、このような子供の行動に手を焼き、困惑し、悩むこともあるでしょう。今まで良い子だった我が子が、言うことを聞かなくなり、どう対応すればよいかわからなくなることもあるかもしれません。この現象は、一見問題があるように感じるかもしれませんが、実は決して悪いことではなく、子供が自らの意思に目覚め、心理的に自立するための必要なステージだと言えます。これは、子供が将来、自分らしい人生を自由に楽しく創造できるステージ第3ステージ、栄光するための重要な前段階です。したがって、親は大変さを感じるかもしれませんが、嘆かず、子供を優しく見守ることが求められます。親としては、子供がこのステージを通過せず、自分らしい人生を自由に創造できる第3ステージへと移行してほしい。と願うかもしれませんが、残念ながらそれは不可能です。第3ステージへ到達するためには、反抗期を経ることは必須であり、避けては通れない道だからです。反抗期において親への反発心を抱くのは、親や教師から教えられたことや社会の常識に対して、子供が疑問を抱くからです。また、これまでに与えられたルールや価値観に、縛られることへの不満からも生じます。子供は教えられた価値観やルールから解放され、自由に生きたいと望むのです。確かに、親や教師からの教えは、健やかに幸せに生きるために必要なことも含まれています。しかし、子供にとって自由な生き方を制限するような、不当で不合理なルールも存在します。そういったルールに対し、子供は疑問を持ち、反発するのです。そして、自分が信じる方法で行動を始めます。この過程で、子供は自由を得るために、多くの挑戦に直面することになります。自分の方法で行動した結果、思い通りの結果が得られなかったり、期待に反する事態に遭遇することも少なくありません。そのような時、不安や葛藤を経験するでしょう。自分の方法で行動する際には、孤独を感じることも多いです。親の言うことに従っている時には、親の方の下で責任を問われることも少ないですが、自立して自分で選択した道を歩むと、その結果に対して自分自身が責任を負う必要が出てきます。自由に生きることは魅力的ですが、それと引き換えに多くの責任を背負うことになります。
これらの挑戦は決して容易なものではなく、大きな努力と覚悟が要求されるのです。自由に伴う不安や孤独感、そして重い責任に耐えられず、自由を放棄してしまう人も中に入ります。こうした人たちは、自分以外の権威ある人に従属し、依存することが多いです。典型的なのは、カリスマ的な人物に依存し、その教えに従うことで、自分で考えたり、葛藤したり、決断したりすることから逃れようとすることです。これにより不安や孤独感に苦しむことなく、責任を取る必要もなく、比較的楽な生活ができます。思考停止をさせて、カリスマ的なリーダーの指示に従順に従って行動します。そうすることで、安心感や保護されているという感覚を得ながら生活するのです。確かに、これは楽な道ですが、真の自由を手に入れて、自分らしい人生を自由に創造することからは遠いものです。また、依存的で不健全な人間関係に陥りやすく、望ましいものとは言えません。カリスマ的なリーダーに依存する人は、従属する立場にあるときは、その権威に頼って自分を守り、自分が親や上司、教師などの上位の立場になったときには、下位の人に自分に従うよう求める傾向があります。自分に従う人々の存在に依存し、不安や孤独感から逃れようとするからです。残念ながら、この状態では真の自由を得ることは難しく、自分らしい幸せな人生を歩むことからも遠ざかってしまうのです。子供の反抗期は、成長と自立の重要な過程です。不安や孤独を感じることを覚悟し、葛藤しながら自ら考え選択し、そして自分の選択の結果を自ら引き受けて生きていくことは、大きな挑戦ですが、個人の成長や自己実現につながる道であり、真の自由を手に入れ、自分らしく幸せに生きる道でもあります。子供の反抗期は、この道に至る前に通るべき重要なステージなのです。そのため、親にとって子供の反抗期は大きな挑戦ですが、それを悪いことと捉えず、むしろ望ましいこととして受け入れ、子供を優しく見守る姿勢が大切でしょう。自分に反発する子供、言うことを聞かない子供、親が望まないことを積極的にする子供ですが、これは一時的なステージであり、嘆くことではありません。むしろ、望ましい成長の過程と解釈し、親は子供の反抗的な態度に対しても理解を示し、子供自身の考えや行動を尊重することが大切です。反抗期は親にとっても試練の時であり、子供からの冷たい態度や厳しい言葉に傷つき、感情的になることもあるでしょう。そのため、親自身がストレスをケアする方法を学び、子育ての悩みに対処することも重要です。そういう意味では、親子ともに成長の機会になると言えるでしょう。悪いことと嘆くのではなく、ポジティブな捉え方をしましょう。そうすることで、親も気分的にだいぶ楽になれるでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。